こんにちは、マロブです。今回はですね、久しぶりのルームツアーっていうところで台湾に来ているんですけども、今回台湾の知り合いっていうところで台湾のイラストレーターのジョンピさんの作業部屋を見せてもらおうかなと思います。こんにちは、ジョンピと申します。ありがとうございます。ジョンピさんは前にさんまっていう雑誌のね、編集部に遊びに行った時になんかそこで滞在してて、グラフィックデザインをしてたんでしたっけ？そこでグラフィックとレイアウト、そこで知り合って、今は本当にイラストレーターとして活躍している。あと DJ 活動をしています今日はそのジョンピさんの部屋、まだ実はこんな感じでこんな感じで明日引っ越しなんですよね。はい、明日です。明日引っ越しなんですけど今日急遽今回取材させてもらうっていうところで、新居の方に引っ越し前なのにいろいろこういう荷物を出してもらっているので、ちょっとデスク周りを中心に今回取材していければなと思ってます。ありがとうございます。大変ですね。いや、痩せた痩せました。この家自体どういう部屋ですか？まずは。3LDK マンションの15階で一番上の部屋で、3LDK の部屋で、景色がいいですね。ここいいですね。引っ越して間もない。まあ1週間くらいまだ止まってない状態で一回も止まってない。そう、めっちゃ新しいのエリアで、まだ何も知らないまずはじゃあこのデスクのあたりから見せてもらいたいんですけど、デスク韓国のブランドなんですけど、昇降式だ。でも引っ越しが大変だったんで、重いですよね。そうなんでそれにしたんですか？これ黒いの好きで、もともとでもカラフルなイメージが結構あって、絵も結構カラフルだけど、持ってるこういうデスク周りとかはモノトーンが多いんですかね？そうですね、シンプルが欲しいって、これも自分で貼ってて。あ、そうなんだ。もともとタイルの家で椅子の足がめちゃ独特で気になって、今までの椅子となんか角度が違うの感じで、高さがあって、なんていう椅子ですか？スタイルというの、日本から会社なんです。日本の会社なんですね。台湾でダイソン輸入したの会社からクッション性があって、腰のサポートもしっかりして今はじゃあそれで基本は仕事をしてるっていう。そう、これからじゃあこのデスクの上のものとかも聞いていきたいんですけど、デスクはシンプルですね。マシンはiMac M1、今年ちょうどモニターが故障したんで、みんなモニター壊したんで、基本はカウント、と最近買ったのこれ左手デバイス、こうやってやってるんですけど、肩がなんかおかしくなったんですなんか左手がなんかいつも問題があるんで、調整したらこれになって、じゃあこういう感じで今イラスト描いたり、移動したらこんな感じやって
でショートカットショートカットで1本で、サイズも小さいから持ち運びもできそうですね。そうめっちゃ軽くて、ちょっと持っていいですか。軽い。軽いね。思ったより軽い。これは日本人にとっては結構珍しい、ね、台湾の中国語のあいうえおみたいなやつですよね。こういうの台湾しかない。台湾の小学生が一番最初に覚える文字。ペンタブは大きいやつとかじゃなくてちっちゃいやつでもいける。そんな関係ないと思う。基本的にイラストはこれで描いて、そう。次はマウスパッドが可愛い。なんかアメリカ製のマウスラグ。もともとってこうアートがめちゃ好きで。イラスト描くのは結構パソコンで描くのが多いですか？そう、基本パソコンはラフ作って、ワコンのタブレットで書いて、その後に絵の具とかを使うっていう。そう基本アクリルのすごい。アクリル絵の具が高いけどあれでイラスト。そうか。最初に Mac でこういうイラストの、下書きみたいなのをしてデジタルだとこれでそのまま公開できるし、ポスターみたいなのでアナログで書くときはそれをまたこっちに A3 で印刷した上にこう書いていく。原稿。はい、ありがとうございます。引っ越し最中の中開けてもらってかわいい。昨年の作品なんですけど、メガネの、台湾のメガネ屋さんとコラボしたんで、すごい可愛いですね。それ木でできてるんだ。これも木。無印の包丁用のまな板で、線は自分で電動のやつがこうやってリューターで削って最初に顔描いて、その後にメガネを入れて、確かに同じような感じだけどメガネとかで雰囲気が変わりますね。それ面白い。この作り方まだ開けてないっていう。そうコラボレーションあったら基本見学自分で作りたいので、この発色も可愛い。この色も色めっちゃいい。これはどのぐらいの時間かけて作るんですか？これ2ヶ月かな。すごい。これをじゃあ無印とかのこのまな板を使おうと思ったり、そういうところからジョンピさんが考えてこれを作ったっていう。コロナ時が、めっちゃ料理作ったり、で捨てるの時はもったいないかなと思って、じゃあ絵の素材になってやってみましたって。すごい。めっちゃいい香りで。モチーフはどういう風に考えたんですか？いつも原画は、人の顔と同じサイズいろんなやっているって、原画でも半身ぐらい、でも人の同じサイズで、同じくらいの。でもあれはちょっときつい、大変だったんで、そうでちょっとずつ小さくして、小さくしても自分のスタイル、自分の絵のなんか見れるスタイルが残したらいいなと思って、線がどんどん少なくても自分の絵が分かるように。本当は
書いてるアトリエのこういう感じも見たかったけど引っ越し中なので、はい、もしこの動画が公開する頃にその辺できてたら写真を送ってもらえれば嬉しいです。はい。これをじゃあこっちとかで、これはイラストレーター？これイラストレーター。イラストレーター以外に使うツールとかってありますか？インデザイン。インデザイン。音楽系の雑誌マイケルというの先輩とこれ本当だ。全部ジョンピさんの絵だ。そうかわいい。DJ の先輩は編集したで、僕はデザインレイアウトしてフリーペーパーなんですけど、こんななんか素材がいいかわいいフリーペーパーがあるんですね。このじゃあ雑誌の中も全部ジョンピさんがデザインしてレイアウト。おーすごい。これでレイアウトも組んで、アーティストのデザイン、アーティストのイラストも描いてるってこと？そう。やっぱ本のデザインって大変ですよね。大変ですね。文字がすごい日本語よりなんか難しいなって。ちなみに日本から仕事の依頼が来たら仕事は受けたりしてるんですか？はい、ぜひ。こちらにインスタグラムのこちらに1年間とかだと何回ぐらいこういう仕事はするんですか？イラストの仕事。イラストの仕事年中10回ぐらい。10回ぐらいって、すごい。ジョンピさんのウェブサイトがジョンピさんのサイトかわいいですね。これもうシンプルでジョンピさんが作ったんですか、このサイトも？そう、自分で。すごい。ジョンピさんはデザインとかイラストのなんかインスピレーションはどこから受けるんですか？なんか音楽かな。音楽なんです。ソーミーというのアーティスト、フランスの音楽のブランドなんですけど、で音楽好きだから、ジャケット欲しくてレコード買うの時もある。すごい。日本のアーティスト。こういうのとかからイラストに影響を受けてる。そう。この印刷の近さ、ポスターような買ってるポスターの感じです。だからこういうアナログな絵も描くようになって。あとは iPad とかでも描きますか？ iPad あんまり雑誌ポパイ専用のアプリがあるんです。知らなかった。そうなんだ雑誌よく買うんですけど、なんか今回引っ越し時も大変だったんでめっちゃ重たいって、でこれから全部 iPad で見ようかなと思って日本の雑誌もすぐ読めるからいいですね。そうですね。台湾でも買えるんですか？日本の雑誌は。台湾はツタヤで。そっか、ツタヤがある。ある。知らなかった。やっぱり引っ越しが大変だったって。レコードとか描く絵はアナログがいいけど、雑誌は結構デジタルでも大丈夫。そうですね。本当に好きなやつは買うと思う。また買うと思う。台湾のブランド、BenQという。BenQのやつか。そう。結構明るくなりますね。色も調整すごいちっちゃいそのサイズで。マグネットでくっつくんだ。そう。だから取り外しもしやすくて。USB-C 挿しても、充電で。これは日本のやつ。これでもなんか見たことある気がする。あれカラーマネジメントのやつ。なんていうやつだっけかな、これ見たことある。なんか Z ライト。Z ライト。
なんか色が色変わらない綺麗に出るやつですよね。そう仕事用のやつ。仕事用の、そういうデザインの仕事してるとこういうやつが大事ですか？そうですね。さっきもなんかちらっと聞いて、ガジェットとかアマゾンで買うって聞いたんですけど、これもアマゾン。それもアマゾン。あとはアマゾン。結構なんかしかも日本のアマゾンで買うんですよね。これ。それ何？これなんかよく印刷庁が行くんで、ペントーン、パントーンと色を調整したで、これで見て。そうか。細かいところをパントーンと。絵の具を混ぜるときにパントーンの色を参考にするんですか？いや、逆。絵の具作ってその色をパントーンで。そんなしないね。これはなんだ、ハードディスクですかね。そうなんかパソコン故障した経験があって、いろいろ資料が写真とか、これはなんかちっちゃいガジェットたちがいっぱい入ってる。ハブとか CF カードとか、USB とC になるっていう。なんて書いてある？ラブパワーだ。だからレブアップでモスパーカーの、モスパーカーのこれは何ですか、この絵？これはで赤が、なんか絵抜きがもらうような、いろんな色がいっぱいあるんじゃなくてモノトーンで揃えて、こっちは赤って。この椅子とかもちょっと可愛い。この辺の椅子とか。これもともとこっちじゃないけど、そうとりあえずこっちに降りたの感じ。この椅子が台湾の体重バンドでめっちゃ重たいけど、ちょっとアートっぽい感じ。中古品。いいですね。そう友達のお店からもらったって。そうちょっとこの部屋は今日は明日が引っ越すっていうことで、もっと物が入る。本当はいっぱい物が。というわけで今回はちょっと短めだと思うんですけど、ジョンピさんのデスク周りルームツアーさせてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございました。またトバログが実は台湾の方でポップアップをさせてもらう予定でその時のステッカーとかをジョンピさんに依頼しているので、もしよかったらみたいなもしよかったら台湾に来たらぜひ11月中ぐらい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。谢谢。谢谢。